皆さんこんにちは、宮城です。今日はですね、保存刀剣金道、こちらですね、やっていきたいと思います。室町末期、戦国時代の、担当方なんですけどもね。で、物もすごくいいんですけども、それ以上にこの愛されてるなっていうのがですね、伝わってくるすごいいい刀なんですよね。見てるこっちも嬉しくなってくるような刀でございます。今日はこちらの方やっていきたいと思います。さあ、どこが愛されているか、外側からですね、今日はちょっと見ていきましょう。もう白鞘袋も、こんな特注品ですよね。関金道ってこう刺繍が入っていて、持ってる人のやっぱり愛を感じるじゃないですか。で、他にもあります。この刀袋の方ですね、こうやって名札ですね、つけていて、関金道、それから、登録番号なんかこう書いてありますけども、わざわざこういうのを作ってつけていたんですよね。で、もう、刀袋なんかも、房紐ビニール取らないで、このままですよ。すごいきっちりした人だったんでしょうね、この前の持ち主の方。ますますですね、中身が楽しみになってくるような一振りですけども、前の持ち主の方もすごくしっかりされてた方なんでしょうけども、それ以上に、この、愛蔵されていた空気感みたいなのもそのまま感じるいい刀ですよね。やっぱこういうものはいいですね。早速中身もいいので見ていきましょ金道は美濃の刀工三品派の祖静三郎金氏九代孫武田信玄のお抱え火事でしたが、甲斐武田氏滅亡後の文禄2年に上京し、西の党員にて作刀。その後この金道や義道らが活躍し、三品派は大いに栄えました。う。さあ、このような平作りの担当です。また平作りかよって感じですけどね、いい刀なんでちょっと見てってください。まず目に入るのがやっぱりこの刃文ですね。この具の目の刃文、ダイナミックでいいですね。で、研ぎの状態、保存状態もいいですからね。非常にこの映えるというか、鑑賞しやすくてですね、大変よろしいと思います。で、地金も板目がこう流れるような感じで、美濃の刀らしいですね。一振りとなっております。で、中郷も健全で、ヤスリ目もしっかり見えますよね。このバッテン印の木垣ヤスリが非常によく見て取れます。中子のしっとり感もやっぱりいいですね。ってことですけども、やっぱりその期待割れがないのはいいですよね。研ぎべりどうしても実体のものなので若干ありますけれども、それでもこの目立った期待割れほとんどないですし、この匂い口刃文の境界線が冴えていていいですよね。この辺り見るに金道の会心の一振りと言ってもいいぐらいの出来だと思います。素晴らしいですよね。こちらにも付属いたします。諏訪科の金具を中心にですね、落ち着いた配色でまとまっていて、なんか大人のこう担当という感じですけども、こう普段は見えないこの差し裏の方ですね。裏側を見るとこの不動明王の変わり型の小塚ですね。これが刺してあって、この辺のセンスですよね。見えないところでちょっとこうおしゃれというか、派手めなワンポイントをつけていくみたいなのが非常にセンス良くてですね、これはちょっとおっと思ってしまうところですよね。小塚自体にはですね、あまり、なんていうんですか、時代があるものではないので、特筆するものではないんですけれども、こういったセンスですよね。ちょっと隠れたおしゃれみたいなのが、やっぱりいいなと思いますね。状態もいいです。傷もほとんどないですしね。本当に大事にされてた様子が見て取れるようなこしらえでございますね。ちょっと抜いてみて。これもちゃんと錆びないようにお手入れされてたんでしょうかね。状態もいいです。
この辺り本当に何て言うんですかね、細部に神は宿るというか、所有者の大切にしていた様子っていうのは本当にいろんなところからですね見て取れる、非常にいい状態のこしらえですね。素晴らしい。で、今回のちょっと謎ポイントというかロマンポイントなんですけども、白鞘屋になんかさえ書きがあるんですね。普通のさえ書きじゃないです。何なんだろうなというふうに見ていくとですね、河野公平のなんとかかんとかで能集関十、金道作というふうに書いてあります。何なんだろうと思って、塚の方を見るとですね、これは見づらいんですけど、明治だと思うんですよね。明治37年7月、吉日。で、やっぱりここに公平対懐だろうか、懐、小熊、小熊、ゆうなんとかさんですね。これがね、何なのか読めない字もたくさんあってですね、この間、YouTube のコミュニティの投稿の方ですね、ちょっと画像を投稿したんですけども、やっぱりわかる方いらっしゃらないみたいで、恥ずかしながら教えていただければというところですけども、いかがでしょうか。ちょっと自分なりに調べた限りですと、河野さんという日本軍の大尉ですね、明治頃の軍人さんっていうのは確かにいるのですよね。で、小熊大尉っていう方はちょっと出てこなかったんですね。もちろんその実在はしたんだけども簡単に調べられるようなこの資料に載ってない可能性もありますよね。動画撮影後、有識者の方にコメントいただきました。確かに副寄贈でしっくりきますね。ご回答ありがとうございました。さえ書きの真偽もですねちょっとわからないですし、何とも言えないところなんですけれども、ただ明治37年っていうとですね、日露戦争が起きた年なので、ロマンは十分ですから、ロマンとして楽しんでいただくのが、いいのかなっていうところですね。やっぱりこの大事にされてきたこの空気感とですね、この白鞘屋のさえ書きですね、これが合わさるとやっぱりこう何かあるのかな、この刀には何かあるのかな、ただの担当じゃないこの不思議さ、ワクワク感がですねさらに増して、この刀の魅力を増してくれるという意味でですね、ちょっと紹介させていただきました。でですね、ちなみにちょっと触れておくと、実務的なことにですね触れておくとですね、この切羽が二重になってるんですよね。おそらくはこのこしらにガタがあったんでしょうね。それが嫌で自分でですね切羽をこう貼り付けて、ちょっとこう飾り切羽っぽくしてですね、飾切羽なんですけど細工したんでしょうね。なんでこれをですねそのまま刀身の方につなぎを使わずにですね、刀身の方にこの切羽を入れてしまうと、今度はですねこっちの目釘穴が合わなくなってしまうんですよね。なんで刀身に、こしらえをですね入れて楽しんでいただく場合は、こっちのそのダブル切羽じゃなくてですね、1枚私の方でお付けしますんで、こっち使っていただいて、入れていただければ柄がですね目釘穴が合わないということなくしっかりはまりますんで、このままですねしっかりはまりますんで、こういった形でちょっと切羽を使い分けてですね楽しんでいただければと思いますので、ちょっとこれだけよろしくお願いします。この刀の詳細はいつも通り概要欄のリンクからご確認ください。でですね、ちょっとお知らせなんですけども、ゴールデンウィーク5月2日3日に行われる、京都刀剣祭りの方にですね、私もちょっとお邪魔させていただくことになりました。ちょっと急遽決まったので、近々でのですね、お知らせになってしまったんですけれども、3日のブースにちょっと空きがあるということでですね、私がちょっとその穴埋めという形で、お邪魔するという話になったんですけども、かといってゴールデンウィークなんで、新幹線とかも取れないので、前乗りしてですね、結局、2日からいるということになりますので、あえてちょっと出店じゃなくてですね、お邪魔しますというふうに書いたんですけれども、いう形で、京都にお越しの方はですね、立ち寄っていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ということですいません、宣伝させていただきましたけども、大切にされていた刀、いいですよね。こういうものはいいですよね。この来歴がいいというか、少なくともこれに関しては、前の所有者の方がすごくしっかりされていた方だと思うんで、本当にですね、状態がよく、細部に愛を感じるという、ものでございました。本当にこういうものを見るとですね、なんともこう穏やかなあったかい気持ちになるというかですね、ほっこりするような、ちょっと気持ちになってしまいます。嬉しいですね、こういう方に刀を持ってもらうっていうのは。それこそですね、刀は持ち主を選ぶということで、この刀も大切にしてくれる方のもとに、愛情深い方のもとに旅立つものだと思います。